にちは、山下夏美です。今回はスキムボードワントリック編ですね。どんな波でも可能な限りワントリックを入れていく、コツみたいなところをね喋っていこうかなっていうふうに思います。何かの参考になればいいなと思うので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。大体の方が気になるんじゃないかな。大会とかでやはりワントリックを入れる、そしてしっかりメイクして確実に点数を稼ぐっていう部分に関しては、ワントリックかけるには2つあって、やり方というかパターンがあって、1つはベストポジションでターンしてしっかり余裕があるときに行う場合と、もう1つが微妙にポジションから合ってなくてカバーをするために行うトリックですね。2種類ありますよ。今回の映像は基本的にベストポジションで余裕を持ってライディングができた時のワントリックになります。これとかはしっかりね、トップから180で降りる感じで加速を利用している。これアプローチで3ショービットでラップラインかな。ワントリックのコツとしてこれに正直尽きるんですけど、トリックのメイク率、トリック自体のメイク率っていうのはもちろん必要なんですけど、そのメイク率を上げるためにはその波の中でも一番クリーンな場所でかける。これとかもしっかり安定させてからビッグスピン、もうそれがもう一番重要っていうか、もうこれの一つに正直尽きるかなっていうぐらい重要ですね。クリーンな場所でしっかりねかけることができたら確実にかけやすいので、自然とメイク率も上がるって感じですね。特にこういうこの映像みたいに波面が綺麗な時の日は特にかけやすいので、積極的に狙っていけるといいかな。3ショーウィットラップラインかな。この辺はねちょっとラップ多めになってるんだけど、加速が後は取れないとね、こうやってしっかり前には出れるんだけどクリーンでもかけられないので、トリックが最低限の加速っていうのはやはり必要ですね。失速しないことが大事。とにかくこれとかも実際ならね、ここでもうちょいアクションかけたいんだけど、これは少し当て込めてるんで分かりづらいけどいいんですが、やっぱもう一加速は欲しいと。これもうこっから加速させてスピナーかな。いいね。もう少し加速があれば多分飛べてたかなっていうふうに思います。3ショービットリッピングスピナーラップライン、これナイスだね。しっかりパンピングで前に出て、これは普通にラップラインかな。ポジションとやっぱ加速っていうのが重要になるのかな。でこれは先ほど喋ったちょっと難しい部分をカバーするためにかけたトリック、テイクオフでつまずいたからベリーテイクオフ。これもスピナーかな。このスピナーも波が弱くなって消えちゃったからスピナーかけた感じだね。そういった波に対してのその対応的な部分もワントリックには含まれるかな。これレール抜けちゃったね。レールが抜けてなければおそらく板回してたかな。これがもういい感じじゃないかな。ナイスビッグスピン。このビッグスピンは少し波が緩くなるのを待ってからかけましたね。最初ターンした直後にかけてたらおそらく板が去ってた。この3ショービットもやってることは同じ。ただバック押しが入った分少し着地の時に板が弾かれた感じで、
自分がかけやすいタイミングと位置をしっかり見つけてあげることが大事。これは180かな。これとかもう加速があったら最後当て込めてたんじゃないかな、リップに。これはブレイクが早かったからリッピングスピナーでうまく対応していく。ああ、じゃあメールとか見ればあるかな。過去のメールは Google だからあるかもしれないけど、これはちょうどいいポジションに見えるが普通にラップかな。これは最後ライナー流そうとしたけど逆側からブレイク来ちゃってスープになってたから3ショービット。ギャップ越えてターン、これも消えちゃうかな。これ行く方向最初からどっち行くか決めてたら確実にワントリックでしたね。メローなラップラインからのスピナー。やっぱこういう波がちょっと消える時の場合はスピナーはかけやすいですね。少し加速がなくてもかけやすいトリックっていう部分では誰でもメイクできる可能性を秘めてるトリックだと思います。なのでまずはワントリック入れるのはスピナーからね、しっかりちょこっとずつやっていけるといいんじゃないかな。いきなりエアーとかショービットよりかはこういうスピナーですね。これもかなりいいですね。スピナーからのリッピング、フロントサイドも同じです。180からさらにその状態でスイッチのビッグスピン狙った感じだね。今ラップライン加速3ショービット、まあこういう感じですね。とにかく安定したタイミングで決めに行く、それが一番可能性が高い、決められる。これは180かな、フロント180。いいですね。これもラップライン、これはターンして180、そして最後かぶっていく。これもナイスだね。これ少しバックオッシュが来てたからターンした直後に、なのでエアーで飛びながらそのギャップを耐える。今のバックオッシュ対応はかなり良かったかな。飛びながら対応できるっていうのはやっぱ一つの見せ方だね。これとかは当て込みだね。もちろんトリックだけでなく、まあワンアクションに関してはまあこういう当て込みも一つの選択肢かな。スピナー当て込みナイスだね。これはちょっと詰まっちゃいましたね。まあ、今のは難しさだね。テイクオフリッピングスピナーナイスライディング、まあ、こんな感じで、まあ、スキムにもいろいろワントリックがあって、まあ、こういう感じでね3ショービットだったりスピナーだったりエアだったりさまざまなトリックありますが、まあ、こういうトリックに関してはもうとにかく共通してしっかり安定してかけられる場所を見つけてかけてあげるっていうのが一番成功確率も高いし点数もつきやすいかなっていうふうに思います。その後の加速も利用できるので、何かの参考になればいいかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。